来ましたかね。はい。それでは、時間になりましたので、ライブの方を始めさせていただきます。よろしくお願いします。こんばんは、ドロです。よろしくお願いします。日曜日なんですけども、今日めちゃくちゃ寒かったですね。もう、かなりね、雪も降って、今日帰ってきたのが、僕も、しめじさんいつもありがとうございます。よろしくお願いします。帰ってきたのが11時前だったんですけど、もう急いで、準備をしてね、タタタッとやっていたんですが、もう雪がね、まったりしていますね。今まだ、愛知の方はどうでしょう。何度ぐらいなんでしょうね。はい。もういろんなところでね、多分、大雪になるんじゃないかっていう話もね、出てるかなと思っています。東京雪ではないんですね。寒いんですね。ありがとうございます。ちょっと今急いでご飯食べたので、歯にご飯粒が昔はね、ライブ時食べながらやったんですけど、やっぱり食べながらダメなので、急いでバーッと食べながら、ちょっと準備を進めててね、いましたね。はい。それで、皆さんはどうなんですオリンピックは見ますかね今日も、はい。さっきまで、やっと金メダル出ましたね。小林陵侑選手ですかね。ちょっとこう、僕はもうご存知かわかんないですけど、今愛知なんですけど、信州大学っていうところに行ってて、長野で、20年ぐらい過ごしたんです。はい。大学卒業してから学習塾も長野でいたんですね。で、当時、長野五輪って冬のオリンピック長野でやったのって皆さんご存知ですかね。その時ちょうど僕白馬に、この長野五輪で白馬に見に行ってたんですよ。はい。で、ジャンプね、見に行けて、で、当時のその、日の丸飛行隊じゃないですけどね。船木とか、知ってますか？原田とか。で、今日NHK の解説の斉藤さんも確か団体に、そう、長野オリンピック、そうですね。はい。ちょうどね、行ったんですね。はい。なので、この金メダルが、この長野五輪以来だったので、すごく面白かったっていうかね、興味があって、まあ、そういうのをきっかけにして、冬のオリンピックも割と好きになったっていうか、はい。そう、はい。それ、原田の、あれですよね。そう。そう、なんかもう、っていう声で。懐かしいです。はい。船木かっこよかったな。飛行隊の船木のなんですか、こう、すぐに足パッと開いて、もう水平に、すごい、もう頃前傾姿勢がすごかったんですよね。今みたいな V 字より、もっともう、なんていうのかな、足いっぱい広げてこう、やる、形ですね。そうですね。はい。信州大学でしたね。はい。もう言うと、受験の話するとちょっとまたへんてこりんな長い話になっちゃうといけないですけど。で、当時ジャンプも、好きだったんですけど、今日あったのかなモーグルのフリースタイル、今フリースタイルっていうのかなモーグルも好きだったんですよ。里谷愛ちゃんっていう子と、上村愛子ちゃんだったかなちょうど長野でもちょっと良かったんですけど、そう、で、本当に結構いろんな、長野五輪をきっかけにしてね、スピードスケートの清水とかね、あったんですよ。知ってますかね？はい。そういうことでオリンピックをこう見るようになって。で、今日は、あれです。また家庭教師があって、速報しか見れなくって、さっき NHK で、小林くんのジャンプも見れたんですけど、速報で見ちゃって、残念だったけど、しょうがないかなと。はい。仕事だったので。また、ラージヒル期待したいですね。ラージヒルの方が得意だと思うんでね、彼も。で、さっきホッケーもやってて、ホッケーはこういうオリンピックじゃなかなか見ないですけど、熱いですね。女子のホッケーもなんかバチンバチンやってますね。
はい。楽しかったです。はい。という、まあちょっとお話で、まあここに、まあ金が一つで銅が一つですけどね。まあ今なんか、なんていうかな。もう競技を楽しむっていう感じがすごくあるから、まあ結果、金、銀、銅はあるけども、なんか、なんか競技を見て楽しんでるっていう気持ちの方が今高いというか、そんな感じはしますね。はい。これをきっかけにして、まあ、競技自体をこう見て楽しむ。勝ったり負けたりしても楽しめるなっていう、そんな感じがしてます。まあ多分、僕はそこまでなんていうかな、広く浅く見てるからかもしんないですけどね。はい。知ってたら30代以上確定。そうですね。いや、40くらいじゃないです。だって、もう小さい頃長野五輪見ても、どうも、しのめさんお疲れ様です。面白いと思わないんじゃないですかね。だから多分、中学生ぐらいだったらちょっとスポーツで面白いかなとかって思ってるかもしれないから、もう本当に多分、そう、長野五輪でこう興奮してる人は、アラフォー以上だと僕は思いますよ。はい。っていうことでね、まあ、オリンピックこれであと2週間ですけど、いろんなね、競技があるので、僕も別に NHK の中継じゃないんですけど、良かったこととか、こう、ちょっとできたらな、なんて思っております。はい。ということで、まあ、一応、今日はこんな結果にはなってますけどね。ちょうど良かったですね。なんか、北京五輪でライブやっても8時か9時がちょうど山場みたいなとこが来るじゃないですか。で、なんかいろいろそう周辺があって、11時みたいな感じだから、ニュースもやりやすいっていうか、これが、ソチとかだと、夜中お花さん知ってるんですよ。そっか。お花さん若かったですもんね。はい。そうそうそう。そうですよ。ソチオリンピックとか、確か、ロシアかどっかだから、なんかすごい、誰だっけ俺、ポリノだったでしたっけ荒川静香さんがスケートで金メダル取った時あの時もね、夜中だった気がするんですよ。で、まあ、ちょっとなんで覚えてるかっていうと、すごいもう熱が出てて、扁桃腺が腫れてて、この時期。でも、寝れなかったんですね。でも、解熱剤かなんかで、夜中、熱下げて、あの当時トリノだったか確か2006年だった気がするんだけど、あの時、あの人しか確か金メダル取れなかったと思うんですよね。はい。そうそうそう、イナバウアー。キュウリさん、面白いですね。そうなんですよ。はい。なんで、あの時そういう、こう、印象があって、当時もうすごい2時だか3時ぐらいだったんですよね。はい。まあ、そういう時間帯だったので、今、北京もね、ちょうど見やすい時間帯でいいかなって、日本人としてはね、嬉しい時間帯でやってくれるなって思っておりました。はい。はい。それでですね、脱線ばっかでいけないんで、あれですけど、今日の、まあ、お話は、今日短くいこうかなと思ってます。いつも最近なんか、長いっていうか、勝手に僕が喋ってるだけで長い気がしてて。で、まあ、1時間ぐらいで終わろうかなと思ってるんですけども、今日は、中国株もやる、それから、世界の ETF もやる、それから、リートもやる。で、できれば、昨日の ETF の続きもやるみたいな風にね、パッパッと、やっていこうかなと思っております。はい。一応、はい。これ多分、ライブの人は雑談も楽しいかもしれないですけど、普段こう、なんか、時短で見たい人は、何を、ドロはずっとくったらないこと喋ってる多分早送りしてると思うんで。はい。そんな気がします。はい。まあちょっとこれ、本当は東大生が見た YouTube っていう記事やろうかなと思ったんですけど、いいです。今日もうこれ飛ばします。はい。それでですね、ちょっとこれでね、気になることがやっぱ1点だけあったので、ちょっと紹介しますね。やっぱ教育関係なのですいません。今回、今日の記事なんですけど、Yahoo ニュースで、学力低下っていうことで、やっぱり
コロナの関係で世界中が休校、ね、学校が休校になって、教育システムが停止して、16億人以上が、学校閉鎖の影響を受けたと。で、その損失額ってどうやって出したかわかんないんですけど、検索出ちゃった。すいません。損失額が、国内総生産の 14% に当たると言うんですね。これなんで出ないんだ？はい。という話がありました。だから世界中で、休校。で、ある国では確かにオンライン授業、すいません。オンライン授業やってるとこもあるんですけど、でもやっぱりオンライン授業もなかなかうまくいかないっていう話。特にね、早くはね、韓国がオンライン授業とかをね、始めたんですけど、韓国も結局1年間オンライン授業をやったけど、一緒ですね。やっぱ昨日と同じように、子供中高生は勉強やらされてる分には、オンライン授業をやっても、自分が受け身でやってたら、やっぱり、授業聞かないですからね。スマホいじったりもするだろうし、遊んじゃいますよね。ただ学力低下にはなるかなという内容になっております。今ちょうどね、クラスターは10歳未満の感染者が目立ってるということで、まだね、過去最高だったっけ今。まだまん延防止も出てますよね。ただまん延防止が最終調整と書いてありますね。はい。全国で今8万人出てますね。考え方一つですけど、風邪としてね、捉えればいいですけど、とにかく人数が多いという内容になっていますね。はい。コロナの流れがあってね、どうしても感染っていう風に言い方しますけど、風邪と思えばね、そうでもないかなと。ただちらっと今オミクロンはいいんですけど、デルタ株もまだちょっと残ってて、変な記事ありましたね。デルタ株の変異みたいなのも出てきてるという変な話もあります。なかなかね、絶滅するのは難しいから、本当にこれから、コロナという新しい病気というか、感染と、これから戦い、インフルエンザみたいな形で戦っていくのかなと。毎回、例えば A 型だとか B 型だとか、いろいろ出てきて、それに対して、ワクチンがあるのか、薬が出るのか、そんなような戦いになってくる気はしますよね。だからその度に、もう、まん延防止とか、ね、なっていくのかっていうと、本当に難しいですよね。多分、世界の ETF 見てて思うのが、これ経済で思うのが、その国ごとに、今回のそのオミクロンに対しても、対策が全然違うんですよね。経済中心にしてるとことか、もありますし、何がいいかわからないですけど、少なくとも、もう風邪として認識をして経済を回していくぞっていう気持ちが出てるところは、それなりに株価も下がり止まってる。例えばイギリスであったり、あと、わかんないですけど、南アフリカがもうずっと上がってますもんね。そんなこともね、チャートで見れるかわからないんですけど、思ったりもします。これから日本も、この対策っていうのをどういうふうに考えていくのかなっていうのを、毎回こんなことをやるのかというのもあるんじゃないかなと思います。高齢化社会だからしょうがないかもしれないんですけど、怖いじゃ怖いしね。はい。どんなに弱ってる人でも風邪でもやっぱり亡くなっちゃう方はいるかもしれませんけど、はい。ちょっと話それちゃうといけないので、早速ですけどもね。はい。オンラインは結局のところ作業の、そうですね。はい。そう思います。僕もオンライン授業やってますけど、1対1なので、家庭教師の場合、全然、コミュニケーション取ったりとかして、今日は、全部行ってきたんですけども、はい。なかなか集団でね、YouTube みたいな形でやるには、こういうふうに、チャットみたいにしたらいいと思うんですけど、これ、やっぱ40人でできないんですかね。わかったとか言って、OK とか言って、ダメか。もうやり方が工夫しないとダメだと思いますけどね。はい。それでは、早速ですけどね、今日の本題の方に参りたいと思います。まず、いつものところから、日曜日のね、お話をしていきたいと思います。パッと
おさらいですね。昨日のおさらいからですけども、来週の注目点というところで確認をしてきながら世界の ETF に入りますね。いつも日経の方が27,400で推移しています。来週ちょっと上がりそうな気配もありますけど、でも上がっても知れてるだろうなって相変わらずレンジを形成するんじゃないかなと思います。それから、ナスダック、S&P、アメリカ、ダウ、この3指数は、そうですね、もう決算が最終に来ているので、少しは、穏やかなシーズンが来ればいいかなっていう。ただ、この利回りが、10年国債がまだ高いので、ここが心配ですね。はい。という状態かなということですね。あと、それから、やっぱ今日話しますけど、中国が春節明けて金曜日すごいやっぱ上げてました。金曜日1日だけだったですけど、木曜日金曜日やったのかな？はい、上げてました。で、反戦指数も上げてたので、このオリンピックもあるかわかんないですけど、来週中国の動きはちょっと面白いかなと思っております。はい。それから、こちらの、ヨーロッパに関しては、ボラティリティが今高い状態ですね。やはり利上げがユーロと影響して、今ボラティリティがすごく上下幅が大きい。イギリス以外かな。イギリスだけですね。ちょっと高止まりしてるのがという状態であります。東南アジアはちょっとまた後で見ています。コモディティは安定してきていますけども、ソフトコモディティがね、やっぱまだこの大豆コーン、小麦がまだ上がるのかなっていう感覚をちょっと持ってます。まだ下がってこないですね。下落トレンドになってないのが気になります。原油もそうか。原油もそうです。天然ガスだけちょっとこの間異常に上がっちゃったので、ウクライナの関係かわからないんですけど、原油とソフトコモディティはちょっとまだ上昇トレンドかなっていう感覚を持ってます。下げてくる、ちょっと下げたりすることあると思うんですけどね。はい。それから、ビットコインの方が、これ気持ち悪いです。今日一日、ほとんど動いてないです。これ、イーサリアムもビットコインも何でしょうか？これ、珍しいですよ。この動き。もう24時間、昨日も気持ち悪かったですけど、今日もすごい気持ち悪い動きしてますね。誰もなんか取引してないのっていうぐらい、本当に微妙な動きしてます。どっちつかずですね。はい。わからないです。これなんでか。また明日とか見てみたいと思いますけどね。はい。という相場の中で、世界のとこをね、見ていきたいなと思います。はい。それでは、東南アジアのインドネシアから確認していきます。インドネシアの冷やしです。あんまり変わりません。今週1週間あんまり動きがなかったです。はい。高い位置でおります。配当は 1.32 なので書いておりません。まだ上昇トレンドのちょっと上のところにいるので、まだ買いにくいかなという状態であります。パッといってきますね。変化がないものは。タイ。タイは、高配当 3% あります。で、先週もダブルボトムしたんですけど、上昇トレンドのちょっと上にちょっと上がっています。はい。下がってきたところで買いたいなということで、今ちょうど上昇トレンドの付け根にいますので、72.66、ここはいいポイントかなと思って下がってくるのを待っております。という状態です。タイはね。今週1週間そんなに動きないです。はい。で、日足にしてるのでね、だいぶ長期で見れるようになりましたね。次行きますね。ベトナムですね。ベトナムはちょっと良くなりました。ここですね。1月の中盤からズドーンと落として戻って、今、ちょっと落としてる状態であります。なんで、ダブルボトムになってきたら面白いんではないかなって。とにかく、去年1年間が世界でね、2番目に伸び幅を出したベトナムの ETF ですので、
まあ、上がりすぎちゃったっていう感じはしますけど、でも、本当にこの 19.5 で買えるといいかなと。ただ、ベトナムは配当が 0.52 でほとんどないので、もう単純にこの上昇トレンドで見て、値動きで買っていけるかどうかかなと思っております。で、まあ、注目したのはここのまずマレーシアですね。はい。配当 6.6 です。下落トレンド続いております。さて、ここで下げ止まるでしょうか。今週1週間はちょっと上がって戻って、ボラティリティは小さかったです。この1週間で。こんなちょっとのとこです。なので、もう僕は、24.25、この近辺で止まってれば買いたいと思ってます。前から言ってると思うんで、ここは。マレーシアは買ってみたいです。まあ今ちょっと待ってる。来週あたり買えるかもしれないなと思っております。6.6 ですもんね。でもね、下落トレンドですからね。はい。これずっと上昇トレンドこれ止まるかどうか。ここでね。見ものです。はい。それから、フィリピン行きます。フィリピンの方は実は最近上昇トレンドに乗ってきたなっていう感じを受けます。今のところ見てもらうとわかりますけど、ここ、下落トレンド、の今、ラインを突破してるかなと、はい、思います。いい位置かなと。オミクロン復活したんですかね。内政はわからないですけども、形としては上昇トレンドでいい形をしてます。まあ、安くなったところで買いたいということで、29.93 で設定してあります。配当は 1.04 なので、そんなに配当はないです。まあ、サービス業が多い ETF だと思うので、はい、配当は少ないです。それから、シンガポールですね。ここも買いたいと思っている。まあ、不動産絡みですね。ダブルボトムをして、今週1週間は、上がった1週間でした。はい。上がってしまった1週間でした。ので、ちょっと一回実はつけたんですけど、買わずじまいになってしまいました。1月の月末ですね。1月31日の時に一回落としてアラート鳴ったんですけど、ダメでしたね。買わなかったですね、ここ。まあちょっと、先週も言ったかもしれない。後悔してます。そうですね。はい。ダブルボトムをしてました。はい。シンガポールはもう一回つけてくれればいいかなというふうに、まあとりあえず失敗さん待ってます。配当は 6.0 ですね。安いです。とにかく世界の ETF 安いので、本当にチャレンジしたい方とかは、少しのロットでもいいので分散投資ね、してチャレンジしてほしいなって思います。はい。韓国。ついにリスクリワーク。ついにはい。ついにもう上昇トレンドかけなくなっちゃいました。はい。なので、もうリスクリワードなしで、もう割ってしまいましたね。70、一時期、半導体の関係かな。70までいっちゃったので、これ多分、あれです。日経が26,000いった時かな。やっぱ日本と動き似てるんですよ。はい。日経の多分26,000台と一緒に、韓国も70点いくつまでいっちゃったので、もうね、上昇トレンドかけなかったです。日本の方はまだね、上昇トレンドかけたりするんですけど、韓国これ見てもらうとわかる。ほんとかけないんですよ。はい。こんだけ急落して。もうちょっとこの76までいかないと、今 72.7 なんですね。いかないと、本当にわかりません、これ。で、僕も持ってるので、ちょっと、韓国、損出てます。はい。もうここもうコロナの、この1年間のね、利益をね、韓国はね、もうほとんど山登って帰ってきたような感じのチャートになってるのでね、アリババみたいですね、これ。本当にアリババみたいです。はい。失敗しましたね。これは失敗しました。もう韓国は。という状態です。ツイッターみたいですね。ツイッターもこんな感じですね。はい。
台湾です。台湾はいいと思います。まあ、ちょっと、下げてきましたけど、半導体。でも半導体自体今、NVIDIA とかも少しね、下がって、ちょっと復調してきたので、台湾セミコンダクターも別に決算悪くなかったですし、まあ、半導体、ちょっと落としてますけど、もう一回戻してくるかなと。で、長期で見れば上昇トレンド内にいるので、これが。はい。まあ、ここまで上がってくるかわかんないけど、でも、上昇トレンド内だと台湾は思っております。まあでも半導体が大こけしたら別ですけど、半導体の需給の問題はね、さすがにわからないので、はい。そういう感じですね。まあ僕は、台湾は、まだ安いところで買ったので持ってます。はい。じゃあ、パッっていきますね。トルコですね。配当が上がりましたがですね、やっぱり、リスクリワード書いたのはいいんですけど、高止まり下落トレンドからこう止まってるかどうかですね、ここ。これね。このあたり。これを、上昇するかどうかどう見るかです。僕はトルコは、好き嫌いがあって、ボラテリティが高いんですよ、とにかく。1日で 5% 下げたりとか、天然ガスみたいな感じなので、どうしてもトルコリラが、貨幣のパワーバランスがもうめちゃくちゃなので、あそこが。どうしてもね、このトルコのね、チャートをね、なんていうのかな、トレードする気持ちがちょっと薄れちゃってる。すいませんね、これバイアスかかったらごめんなさい。僕はちょっとあんまり好きじゃないというか、これを安いと思ってチャンスとロングで仕掛けても別に悪くはないと思うんですけど、すぐロスカットされるんじゃないかっていう、そういう気持ちになってしまいます。まあ、ここ赤いとこ出してるので、トルコの一番低いラインが 17.97 なので、ね、過去見ていただくと、これも2018年とかもう全然ないですよね。この2020年の3月、2020年の12月、この2つが17点いくつだから、ロスカットラインはそこの低いとこ。ただこれ一回、なんか変なヒゲつけてますよね、ここ。なんかこれ変なのつけてるぞ、これ。15まで落ちてる時が一回ありますね。12月20日に。まあ、わかんないです。はい、すいません。もう僕もトレーダーやってますけど、わかんないのはわかんないって言います。好きじゃないのは好きじゃないって言います。はい。はい。イタリアです。イタリアちょっと書いておいたんですけど、見ていただくとわかるんです。イタリア、チャートが面白いです。何が面白いかというと、これ見えますかね？山登って下って、登って下って、登って下って、登って下ってになってますよね。で、なんか、この登って下っての1個だけちょっとこの期間を書いたんですよ。これが2ヶ月の周期で、たまたまですけど、登って下ってで2ヶ月。登って下ってで2ヶ月。これね、登って下って、これ65日2ヶ月。で、今登って下って2ヶ月ぐらい。という、なんでこんな規則正しいチャートをしているのかわからないですけど、非常に珍しいチャートですね。だからって言って、僕別に登って下ってって言ってるわけではないんですけど、一つ規則正しい形をしてるなと思って、もしこれを売ったり買ったりする人が好きだったら、イタリアっていうのは月下ってくる可能性がちょっとあるので、まあ見て、こういう規則性とかを参考にしてもいいかなとちょっと思っただけですね。はい。理由は全然ないですよ。はい。で、しかも、配当利回り書いてないですけど、イタリアは 2.64 で、まあ、配当もコカ・コーラぐらいはあるので、長期増配のね、2.6 だったらまあまあ、ちょっと損してもいいかなと。で、この幅も 31.21 と、下が 31.51 と 33.34 で、割と幅も狭いレンジです、これ。こうやって大きく書いてありますけど。うん。狭いレンジ幅です。なので、イタリアはそういう意味でトレードが好き、日経とかが好きな人は、イタリアも面白いかなと思いました。はい。という意味ですね。はい。
じゃあ次やってきますね。スイスですね。スイスはあんまり、この間ね、えらい、ここ1月、S&P と同じように下げたんですよ。だからリワード入れてなかったんですけど、最近登って落ちてきてるので、少しちょっと、上昇トレンドと下降トレンドが書けるようになったので、一応、リスクリワードとターゲットかけましたが、まあこれ好き好きですね。ちょっとボラティリティが、ヨーロッパドイツとユーロが、ボラティリティが今高いので、金融政策の関係かわかんないです。利上げの関係かな。スイスもちょっとその煽りを受けてるのが、ちょっと激しいので今、上がり下がりが。やられる方、ちょっとスイスは気をつけた方がいいとは思います。チャート見てる限りでは。はい。今が、48.87 なので、一応買い場は近いところではあるんですけど、もしかしたらプチッと落とす可能性もあります。ちょっと今、激しいです。スイスは。はい。で、オランダも同様。ヨーロッパがね、今ちょっとね、イギリス以外、ボラティリティが高い気がします。オランダもこの1月でストーンと落として、チャンスかなと思ったけど、このチャートがね、あれに似てます。アマゾンに似てます。昨日、やったっけ？この領域に結構1年ぐらいいて、オランダも高いとこにいたんですよ。色変えますね。はい、いいか。この赤いところ。1年ぐらいここにいて、で、最近、アマゾンもそうですけど、ズドーンと一段落としてきたんですね。で、今ここでちょっと、揉み合ってる状態。で、これを、アマゾンと一緒じゃないんですけど、低く変えてラッキーかどうかですよね。はい。今、オランダはそういう位置にいます。ただ、様子は見た方がいいと思うんですよね。今、ヨーロッパ自体ボラティリティがちょっと高いので、オランダは面白いとは思うんですけど、スイスと一緒にちょっと気をつけて見た方がいいっていう状態ですね。まだダブルボトムにもなってないので、一回落として、上がって今落としそうだっていう状態になってます。はい。オランダでした。では、ベルギーですね。ベルギーは下落トレンド真っ最中でございます。はい。ただ、上昇トレンドの付けにもいるので、今ちょうど面白い位置にいます。買いか売りかちょうど、なんていうのかな。せめぎ合ってるところっていうか、まあ、持ち合いではないんですけど、上昇トレンドにもいて、下降トレンドの中にもいるっていう状態で、もう少し様子見ると結果落としてくるかどうかわかります。一応でもベルギーも 3.8 っていう配当があるので、僕は3.8 あれば多少落としても高配当で面白いかなと思ってアラートは入れてます。はい。変えたらいいかなと思っております。で、やばいのがスウェーデンが一番やばいです。スウェーデンは高い位置に、さっきのオランダと似てるかな？いるんですけど、こうね、1年間高い位置にいたんですよ。で、この1月でズドーンと落として、上がって戻してるっていう状態。で、とにかくスウェーデンは、配当が 6.0 っていうことは、もう予想ですけど、このポートフォリオが、不動産関係が多い。金融か不動産ですね。が多いから、これ、高配当なはず。で、これを、どう見るかです。はい。まあ、本当にヨーロッパは、この1、2週間どう見るかですね、ここ。下げ止まってくれるかどうかを見たいですよね。と思います。一応、42.3 で僕はこのサポートラインが、すいません。ここですね。こうサポートラインと見て 39.94 っていうところが一つポイントかなと思っています。下がってくるんだったら、ここまで下がってきたら、次 37.02 までサポートされてないので、ストーンと落としますけど、まあ、ここで変えたらいいかもしれないっていう。まあちょっとまだ様子見たいです。スウェーデンは。まあこうやって1週間に1回でも日足で見れば待てますよね。はい。長期トレードじゃないですけど。
うん。僕はそう思います。これを待てるか待てないかは本当にこうやって、冷やしで見ていけばね、いいかなと思いますね。とにかくたくさんの銘柄をちょこちょこ見てって、まだ待てるよなとか、今買いだなって思った方がいい。ロングはね。ショートは違いますね。ショートはもうちょっと、今だって買う時もありますよね。はい。その代わり解説はできないっていうか、ショートはね。なんていうのかな。ショートってやっぱり早いから、解説、なんて言ったらいいんでしょうね。スピードが速いとなかなか解説も難しいし、タイミングが難しいですよ。自分なりのタイミングもあるし、それは思いますね。なので、基本、解説はロング中心になりますんでね。はい。すいません。南アフリカですね。ここだけ、やっぱおかしいっていうか、上昇しまくってます。何が南アフリカいいんでしょうか、今。上昇トレンドの上の位置にいます。はい。だいぶもうコロナからだいぶ復活してる感じのチャートです。経済活動がちゃんとしてるんでしょうか。配当が 1.90 ですね。はい。まあまあ、普通にありますね。いい位置だと思います。まだ買うのに持ってない方は落とすと思いますのでね、どっかで。落ちたとこで拾えればいいですけど、上昇トレンドの今上にいますのでね。はい。という状態です。新興国というかブラジルですね。いや、買えません。買いたいなと思った時からずーっと上がっていってしまいました。ブラジルがね、そうなんです。下落トレンドにいたんですけど、ずーっと。どうもね、上昇トレンドのこっちにね、乗ってきそうな雰囲気が出てきました。なんとかの 28.42 までね、落としてくんないかなと思ってます。配当がとにかく高いのでね、はい。一回買いたいですね、これは。75名さんどうも、こんばんは。よろしくお願いします。はい。ちょっとうんちく早めに今日はやってます。はい。今日12時半で終わろうかなって思ってるので、うんちくがちょっと早めです。ブラジルですね。はい。あと、チリですね。チリはあんまり、はい、変わっておりません。下落トレンドにいて、バーンと落として、ヨーロッパと似てますね、今、この動きは。この1週間はちょっと下げてきたという状態です。ちょっと下落トレンドがまだ強いので、落としてきたところで買うかどうかちょっと不明ですね。はい、そういう状態です、チリは。メキシコ。メキシコは上昇トレンド、綺麗ですね。メキシコと次やるカナダは、結構、いい形になってると思います。買われる人はメキシコは、下がってきた時、一番ここの下がっていったサポートライン 46.04 っていうところが面白いかなと思いますね。ちょっと待ってもらうといいかな。今 48.27 ですのでね。はい。ちょっと高いですけどね。はい。もう一段、47.26 っていう位置も悪くはないですけどね。形としてはね、インドに似てるかな。ニフティ、インドニフティですね。に、ちょっと形は似てます。はい。配当が 2.16 でそこそこあります。そこそこ配当あります。世界の ETF ってなんかやっぱり代表的なところが金融やポートフォリオ金融とか不動産が多い国が多いですね。だから配当が高いと思いますね、きっとこれ。ハイテクはやっぱりないですか。ハイテクないですよね。韓国と台湾はハイテクなのかな。サムソンはハイテクかな。台湾セミコンダクターはハイテクか。はい。最後が、世界の ETF 最後が、カナダですね。カナダ、綺麗な上昇トレンドですけど、ここ最近ちょっと、赤止まりしている。前一番言ったように S&P500 とかなりチャートが似てるなと思ったんですけど、でも、
S&P よりは下げ止まってる感じです。ここね、最近は。まだ上昇トレンドの付け根にいる感じですね。はい。カナダは配当 1.85 です。まあ、普通にありますね。今 38.39 なので、35.77 だったらいい位置かなと思っております。これかなり安めで設定してます。おすすめしてるのもあるんですけど、もしここつけてきたらチャンスかなと思って、これはどっちかとヒゲつけたらチャンスかなと思って、この低めに設定してます。で、カナダをもっと買いたいなっていう方は、このサポートライン 36.8 っていうところは、面白いと思います。僕の場合ちょっと本当に、スケベ心じゃないですけど、ヒゲでも出してくれたら、買いたいなと思ってて 35.77 にしています。はい。移動平均線が日足で200がタッチしてるので、まあ濃厚なのは36点、このね、1段上の 36.8 っていうところは濃厚だと思います。はい。ちょっとこれ、すいません。スケベな心です。はい。配当がもっと高ければね、もうちょっと1段上げてもいいかなと思ってるんですけど、そんな高くないので。はい。世界の ETF 最後がオーストラリア、ついに、はい、先週からリスクリワードが書けなくなりました。トンガの噴火。そう、トンガの噴火によってもしかしたらコモディティって流通の関係が大丈夫なんですかね、ストップしたりするんですかね。ちょっと気になりました。僕、トンガの噴火がどうコモディティに影響するかわかんないですけど、少なくともこのオーストラリアは資源の国で、オーストラリアはこれによって、噴火によってもうズドーンと落としたんですよ。この後、コモディティとか何に影響する、鉄鉱石とかいろいろあるんですかね。ちょっと、影響が出てくるのかなと思いました。で、とにかく、今、オーストラリアこの間下げたばっかなので、全然リスクリワードが書けません。はい、これはわかりませんので、ちょっと今わからない状態にしてます。はい。駆け足で、お送りしましたけど、気になったのがあればね、また、見てくだされば嬉しいです。はい。それでは、だーっと行きましたけど、ね、あれみたい。長官太郎くんぐらい早いわ。長官太郎くんもっと早いもんな。めちゃくちゃ早いですよ、あの子。はい。最近長官太郎くんばっかり言ってんな。はい。じゃあ、こちらの、昨日の特集の続きをちょっと説明させてもらいますね。昨日ETF の、純資産の1位から10位まで、行いました。簡単に言うと、1位、2位、4位は S&P500 の ETF が純資産があって、で、3位は、全世界ですね、VTI。で、5位がナスダック。で、6位から日本のトピックスがあって、7位が、VEA は、これは先進国から8位が、バリュー、米国のバリュー ETF。で9位が債券。で、10位が成長株、米国。米国がほとんど占めていて、1個6位だけ、日本の、トピックスがあったと。で、債券が9位に入っていた。で、債券が確かマイナス成長、1年間のパフォーマンスがマイナス成長だったっていうのが昨日のお話でした。で、今日11位から20位までパーッとやっていきたいと思います。で、もうね、書いちゃいました。1年間のパフォーマンスもわかるように書いたので簡単にね、説明します。警戒。寒冷化が警戒されてますね。なるほど。コモディティの需給の関係ですよね。今、寒さによってっていうことですよね、きっと。噴火とは関係あるんですか？噴火で寒冷化するとかあるのかな？噴火でなんか雲が覆っちゃって寒くなるとか、そういうこともあるのかな？すいませんね。僕も分かってなくて、そこが、はい。また教えてくださいね。はい。進めますね。ヴァンガードの、これ11位ですね。
債券の ETF になります。11位が。で、もうグラフを書きました。1年間のパフォーマンス、経費率がね、債券 0.04 ですね。で、1年間のパフォーマンスが、やはりマイナスでした。マイナス 6.6%。去年の債券は全然ダメでしたね。よく持ってますね。みんな。持ち続けてるんですかね。パフォーマンスが悪かったです。それから、こちら、12位が、ヴァンガードのエマージング ETF。エマージングっていうので、これは、新興国。中国とか、大体構成、今、エマージングの構成銘柄は、1位が中国で、2位が韓国で、3位が台湾だったかなあたりが多いです。で、たまにインドが上に来たりとかしたりしてます。ハロー、どうも。お疲れ様です。今日もすいません。ちょっと少なめかもしんないですけどね。適当に聞いてってくださいね。いつもなんかね、1時間半ぐらいやってて、なんかちょっと、自分でも長えなと思っちゃって、喋りが。なんか、はい。勝手に長いって思っちゃってますね。なので今、別に、1時間ぐらいで終わればいいやっていう感じで今日はやらせてもらってます。はい。すいません。で、このエマージングの方が、新興国が、去年のパフォーマンス、やっぱ、僕もね、これ、イデコで、新興国ちょっと入れてたんですけど、パフォーマンスやっぱ出ませんでしたね。1年間で新興国はマイナス 3.72 という結果でした。はい。信じていたいですけどね、いつかはこう上がるかなって言って、分散投資してるからあれですけど、本当は結果で言えば、去年、ね、フルスロットルで、S&P に突っ込んでおけば、だいぶ、いい状態だったかもしれないですけど、こればっかは、わかんないですからね。はい。僕も突っ込んでいるけど、分散しているので、これちょっと残念。金と同じぐらい残念だったかな。金も本当に上がらないですね。仮想通貨が上がってるから良かったものの、はい。そんな感じですね。13位が、小型株の iShares S&P が入りました。イメージ、ラッセル2000とかの指数かな？何銘柄入ってるかちょっと調べてないんですけど、小型株中心の、多分時価総額ベースだと思いますけどね。ラジャー。ありがとうございます。はい。こちらの方が、1年間で、小型株は去年ね、15.54% プラスでした。良かったですね。でもやっぱり1月で、まず小型株から売られてたと思うので、下がりも激しかったと思います。はい。15% でした。結局、下がった分があるということですね。それから14位が、こちら、こちらも iShares の、エマージングなので、新興国のチャート。なんで、新興国が、こっちがヴァンガードで12位が、14位が iShares さんですね。配当を比較すると 3.1 で、こっちも 2.6 なので、若干ポートフォリオが違うかなと思います。経費率が 0.14%。経費率は ETF はもう基本安いです。はい。基本安いですね。投資信託の場合で一部、アクティブ投資というかアクティブファンドっていうのかなは高いものもありますけどね。ETF は基本的に安いです、これは。はい。で、パフォーマンスが、やっぱりこっちはね、ちょっと悪かったみたいです。で、マイナス 5% でした、1年間で。という状態でした。14位ですね。それから、意外に良かったのが、ヴァンガードのこの15位、米国増配株式 ETF。多分ですけど、これ良かったっていうよりも、この1月でそんなに下げが少なかったんですね、増配銘柄。コカ・コーラとかあれですよね。
P&G とか、長期増配銘柄ですよね、きっと。だから、パフォーマンスが1年間で 17% なんですけど、下がりが少なかったので、今に至ってるという状態だと思います。まあ、結果からすれば、1月の S&P のとかね、ナスダックの下がりより下げ止まってるっていう結果だと思いますね。比率は 0.06 ですね。はい。16位がラッセル2000。これ小型株ですね。の、ETF になります。さっきの13位の iShares と、配当が 1.7 ですね、こっちが。16、こっちが配当が 1.05 なので、こっちは配当が少ないですね。ラッセル2000の方が。ラッセル2000の方が、1年間のパフォーマンスがめちゃくちゃ悪かったですね。1月でめちゃくちゃ売られちゃって、1年間の利益をこの1ヶ月で帳消しにしちゃったぐらいです。なので、パフォーマンスが結局ラッセルが1年間で 2.74% になっちゃいました。だから、この1月は、ラッセルが S&P よりラッセルの方がひどかったんじゃないですかね。っていうのがね、わかります。これもう本当持ってて積み立ててる人、がっかりしてるかもしれないです。ラッセル。はい。まあ、16位という純資産になります。比率 0.19 になります。はい。ずいぶん前で天候不良で、あれ、それって、東雲さん、フィリピンの、ピナツボ、なんだっけ、噴火だったっけ ?2000 年かなんか時に、大米かなんかありましたね。ああいうイメージかもしんないですね。ありました、ありました。だから、噴火があるとあれですかね。寒冷化するのか。はあ。ということは、オーストラリアの資源だとか、産業だとかはダメージがあるわけだから、コモディティの価格は上がるわけですね、価値が。需給の関係で。じゃあ、オーストラリアのコモディティって、俺、鉄鉱石ぐらいしかわかんないですね。なんだろう、他に銅もそうなのかな。農産物もあるのかな。でも、農産物の需給で価格が上昇トレンドになるっていうことは言えますよね。あるかもしれないですよね。まあちょっと推測でいかんです。でも、チャートがね、ずーっともう右肩上がりなのは間違いないので、下がってもそんな下がってないんですよね。はい。まだちょこちょこチャート見れば本当わかりますよね。はい。はい。ありがとうございます。なるほど。ピナツボってあった気がする。なんか、日本も、全然関係ないですけど、噴火の話とかチラチラ出てますよね。僕、TikTok でちょっと噴火の投稿したりとかしてて、たまに怖がってる方がいたりするので、TikTok の方でも、今、ちょっと挨拶してくれる方がいます。こんばんは。よろしくお願いします。すいません。期間中のように今、喋ってますけど、はい。またね、じっくりね、話したいと思います。はい。それではですね、17位のところが、中型株。S&P の中型株ですね。中型なので、S&P500 より、まあ、ちょっと予想、500位以下なのかな？わかんないですね。どういう、もうポートフォリオちゃんと見てなかったです。はい。違うわ。中型株って時価総額の問題だわ、きっと。だから、順位じゃないですね。はい。はい。時価総額の中型のものだと思います。で、これパフォーマンスが1年で 15.5% でした。これも1月でやっぱ下げてしまったので、パフォーマンスが下がっちゃいましたね。15% ですね。これを年末で全部やってればほとんど 30% ぐらいだったと思いますね。S&P 絡みは。この1ヶ月で 10% から 15% 下げてます。はい。はい。18位からが日本勢になってきます。日経の連動型投資信託。いやー、日経の投資信託って、
買うんですかと思いました。はいはい。あ、果物。オーストラリア果物か。新しい PC で文字変換失敗多いな。新しい PC で文字変換の失敗。あ、俺なんか間違えてます？なんか新しい PC、なんでしょうこの。新しい PC で文字変換の失敗。あ、自分で書いたやつのこと？ちのめさんなんでしょうかねこれ。新しい PC で文字変換。あ、もしかしたらあれ、ちのめさん前にはほら、あれ言ってませんでした？音声入力じゃなかったです。声で入力してたって言ってましたが、それのことかな？すいません。僕も誤字脱字とかめちゃくちゃ多いので、何も気にならないですけど、はい。果物か。あ、じゃあ、あれかもしれないですね。オレンジジュースとか、僕が失敗してます。そうなんですね。いや、全然、そんな気にしないでください。はい。コモディティまた見たいですね。ソフトコモディティちゃんと見ますね。最近あれ見てないです。コモディティは、お肉見てないです。牛関係見てないですね。はい。でも、あと、オレンジジュースとかは見てるでしょ？コーヒー見てるでしょ？ココア見てるでしょ？果物ってコモディティってありましたっけ？ないですよね。そういえばコモディティで。ちょっと今、コモディティの、僕がまだ IG 証券で見てないだけか。米、オート麦、牛、赤身、豚、チーク、オレンジジュース、コットン、ココア。そうですね。そうですね。あんまりそういえば果物ってチャート見たことないですね。よく考えりゃ。小麦、木、そうですね。コーヒーとココアとコットンとオレンジジュースぐらいですもんね。またちょっと調べようかな。IG 証券の方のやつも見たらいいですよね。はい。ありがとうございます。じゃあ、進めますね。どこだったっけ？もう20位ぐらいまで、日本でしたね。はい。日本の、そう、日経225の連動型投資信託ってこれ、すいません、誰がやってんですかね？こんな言い方失礼だけど、18位ですけど。で、もうあれですよ。すっごいこの1ヶ月で下げちゃって日経やっぱ。もう1年のパフォーマンスがほぼないです。0.59 ですもん。これ、ただ、この日経225って連動型って言ってるのは、普段見ている日経よりも高いんですね。これ今 28,315 って出てるんですけど、今日経の先物が、27,400 なんですよ。あれと思って1000ぐらい指数が違うなと思いました。ただそれだけですね。いや、まあ、これ聞いてる方いらっしゃればちょっと反感買っちゃいけないですけど、日経の投資信託は買う意味ないと思いますよ、僕。はい。だったら先物やりますね。だって、売れないですもん、全然。なんか、投資信託ってなかなか売りにくいんですよね。僕はそう思ってます。1日1回しか値動き出ないし。だから積み立てには向いてるかなと思うんですけどね。はい。19位。じゃがいも、バナナ、ぶどう。なるほどね。じゃがいもか。じゃがいもって、ありましたっけ？トレードの商品の中に。そういえばじゃがいもって見ないですね。あるのかな？バナナ、ぶどうとかそうか。ちょっと見たいですね。すいません。ちょっとお茶飲みました。はい。19位、20位ですね。19位と20位は同じトピックスの上場信託です。
まあ、正直言えばね、今年1年、去年1年かは、トピックスの方がまだマシだった。日経よりトピックスの方がまだマシっていうことが分かりました。この19位の方の日興証券さんのインデックスは 8.73 プラスでした。はい。まだ下げてるけど下げが少ない。1月の。はい。から、大和さんの、トピックスは1年間で 7.94 でした。という状態ですね。経費率はちょっと変わってませんけど。まあ、そうですね。分散投資って言ってもやっぱり日本の投資信託トピックスとか、もし僕買うんだったら、ですよ。これ書いてないけど、ひふみ投資かな。あと、そうですね。まあちょっとチャレンジングかもしれないですけど、なんか J シリーズっていうのがあるんですけど、J リートは不動産だもんな。J リバブだったかな。どこのJ シリーズっていうのがあって、そこはまだパフォーマンスが良かった気がするだけですね。はい。難しい。はい。あと高配当があれば、日本はもう高配当で勝負かけてもいいかもしれないですね。はい。日本の高配当 ETF っていうのがあればまた見たいですけどね。ちょっとあんまり知らないのですいません。はい。ということで ETF の20位までお送り出しました。もう12時半じゃないですか。おかしいなぁ。結構急いで喋ってるんですけどね。はい。でもはい。後半これどうしてもやりたいので、もうちょっとすいません。うるさいの我慢して聞いてくださいね。はい。中国、香港株の方に行きたいと思います。いつもだったらさらっと行くんですけど、今はもしかして来週注目かなと思うので、ちょっと見ていただきたいと思います。金曜日ですね。今見えますかね？トレーディングビューの右側、オールブルーですよ。すごいですよ。はい。旧正月明けてから。もうどこもめちゃくちゃ上がってますね。で、来週、本当にどうなるか。一回下がってきてもいいと思うんですけど、でも、景気いい感触があります。香港がね、あんだけ上がってたのも、やっぱり、ちょっと気になりますね。で、まあ、ちょっと代表的なものを、10銘柄ぐらい出しましたので、簡単にね、説明したいと思います。中国のね、ナンバーワンの、企業ですね、もう。テンセントですね。テンセントも、はい。上昇トレンドになったのかな？わかんないです。もう何回も裏切られてるのでレンジで。一応下げ止まったのかなということで、今、479というところにいますけど、何回もつけてるので、ちょっと、様子は見たいですけど、このテンセントが、もし、このハイテクが、ね、中国利下げしてますよね。逆ですよね、今、金融政策が。上がってきたら面白いですよ。そりゃ面白いです。はい。アリババはね、中国の企業なのにね、なんかアメリカと連動してるのか、テンセントとやっぱ動き違いますよね。なんであんなに下げてるかわかんないですけど。アメリカ人が売っちゃってんのかな、すごい、アリババを。ちょっとテンセントはもう上がってきたら面白い。中国全体で面白いとは思います。で、面白いなと思うのは、やっぱり、これですね。ギャラクシーエンターテイメント、カジノですね。マカオのカジノ。マカオのカジノだから、もう思いっきり、極端な例で言うと、アメリカのディズニーランドじゃないですか。アメリカのディズニーランド、何が言いたいかっていうと、外から飛行機で来る人たちとかで、ホテルで泊まったりするっていう、観光業じゃないですか。で、ここが、マカオが、今、高いじゃないですか。上がってきてるっていうことは、景気が良くなってきてる意味でもあるんじゃないかなって思うんですよ。ただ、コロナの関係もあって、これ見てください。
ここめちゃくちゃ下がってたんですね。やっとダブルボトムしているようにも見えるなーって思ったんですよ。うん。なので、この中国とか香港とかのその景気を占う上でも、このギャラクシーエンターテインメントが上がることによって、なんかこう、まあ、カジノが上がるとね、陽気になってくるかな。で、やっぱアメリカもディズニーが上がってほしいなって気持ちにはなってるんですよね、どっかで。はい。そういうこう景気が良くなってほしいなっていう願いもあって、まあ出してます。今ちょっと高いので買えないですけど、うん。ダブルボトムしたここが買い場だったので、もし下げ止まってればもう一段上げるかもしれないですけどね。これは。はい。そういう状態であります。はい。チャイナ株は去年の夏に全部さよなら操作するぐらいアメリカ側のチャイナ情報が悪かったっす。そうですね。いや、そうですよ。去年の夏ぐらいでも、もうみんな悲観でしたもん。はい。だってチャートだって、これだって、全部そうですよ。このピンアン保険だって、もうこれですもん。これもう、あれですよ。去年の春節2月からみんなあらららららって思って、もう6月くらいでもうみんな手放しますよ。思います。これ。ね。こうですもん。で、今更これを上昇トレンドだって言って、買いだって言ったら、ね、持ってた人かわいそうですもんね、ほんと去年の。はい。もう、去年1年間は、中国には裏切られまくりですよ。思います。で、なんかね、今結局世界が、なんすかね、利上げにしようとしてる時に中国が利下げしてるっていうチャンスだと思ったんすかね。面白いですよね。だから本当に、なんていうかな、もうテクニカルでもう見ていくしかないなって思います。やっぱファンダメンタル聞くとね、もうボックソですもん。中国の去年の規制だとか、教育関係だとか、はい。とにかく人民元守れとか、もうひどかったですよね。本当に思います。はい。まあ、僕らの場合は、ハイテクは買えるかわかんないですけど、今回からこの高配当、中国のね、高配当銘柄っていうのを低い時に買えるっていうのは、ね、多少下がっても、配当で何とかしてくれるかなって思って今実験もしたいなと思っております。で、このピンアン保険は今上がっちゃったので、ちょっと下がるとこまで待ちたいと思いますね。高配当ですね。はい。チャイナモバイル。もうこれおかしいっすよ。はい。はい、おかしい。高配当なのに、中国銘柄でこのチャイナモバイルと、あれ、HD ホールディングス、香港のあるかなあ、これ。これあれです。ついにGMO クリック証券売り金になってました。みんな売るもんで。ああ、習近平様のメンツの、そうですね。なんかあれですよね。ちょっとまた話しといていけないですけど、プーチンも今の、なんすかなんかもうロシアがなんか弱ってるからなんかビビっちゃって、言い方悪いですけど、ウクライナ手放したらもうなんか僕以外のところはみんな資本主義になっちゃって、そっぽ向かれるから嫌だみたいな風に聞こえちゃいますね。はい。長く政権やってる人って、長すぎても、どうなのって、ちょっと考えちゃいます。だって、確かに、ちょっと話しといてごめんなさいね。プーチンが良かった時代っていうのは、20年前のなった時は、確かにその時エネルギーとか資源が、ね、エクソンモービルも確かその2000年一桁の時って、時価総額って1位だったですよね。石油とかガスを持ってるっていうことが、なんていうのかな。一番潤うっていうのかな。そこが、そういう絡んでる企業が強かったり、まあ、
ロシアの場合はきっとそれを国営化して、石油とか、ガスとかを国営化して、そこでこう、まあ、巨額の富を得て、で、政権を安定させたっていうのが昔のロシア。ただ、時代はハイテクに変わって、あれ東雲さんがいつの間にかいいんじゃないですか。ここはドロさんが好きにしゃべる。なんか、これ書いてごめんなさい。僕すいません。はい。オリンピック終わったらロシアがウクライナ侵攻する読みがこっちで。あ、そうなんですね。はい。そうなんですね。まあ、アメリカは警戒してるっていうか、そうですね。でも、多分ですけど、ロシアがもう孤立して、ついにもう、まあ、なんていうかな、社会主義じゃないですけど、こう、独裁政権っていうんですかを、もう、変えていった方がいいんじゃないのっていう、もう本当長期政権してるところって、大体こう、なんか国が滅びそうなこととかもありますよね。国っていうか、まあ大統領が変われば変わるんでしょうけど、プーチンはなんかすごいしがみついてる感が今あるなっていうふうに僕は思いますね。なんか経済を大切にしようっていうふうに思ってるのかなっていう気がします。今はね。はい。まあこれは僕もちょっと政治批判みたいになっていけないですけど、もうロシアの株価ボロクソですもんね。もう経済制裁もあるだろうし、なんか国を守ろうとしてるのに全然国のためになってないから、市民も暴動が余計ひどいんじゃないです？で、ウクライナもなんかあんまり騒いでほしくなさそうだし、そんな気はします。まあ、細かいことは知らないので、いい加減に喋っちゃいけないですけど。それで、この売り金がですね、この、香港のこの銀行と、あそこ。Facebook も売り金でした。はい。あと、どこだっけ？急落したところが、あと1個どっかあったな。なんか、売り金になってました。はい。こういうね、おかしなっていうか、まあ、本当に上がり続けてるものもありますね。はい。だいぶ脱線してて、ドンフェンはまあ、いいや。これ、ワンワンチャイだ。これがおかしいんです。これもおかしい。これも、食品メーカーがこんなに上がるのもおかしい。やっとちょっと、はい。これ、初めてっすよ。ちょっとね、高止まりしてって下がり傾向があったので、これ、ショートのリスクリワード書いちゃいました。ここだったらショートしてもいいんじゃないのって。いや、わかんないですけど、これもう異常ですもん。で、まあ、あんまりみんなワンワンチャイなんだって知らないから、これいいかなと思って、まあ、ちょっと初めて、測定不能なんだけど、ショートするならここでいいんじゃないのちょっと入れました。はい。ショートするならですね。まあ、決算は関係ないですけどね。はい。まあ、ここも特にいいや。もういいです。この、コンチセメント。セメント会社っていうか、ここは配当が 6.1 あって、ダブルボトムしているので、このコンチセメントは、ちょっとおすすめしたいなと思います。ボトムしていて、配当が高くて、もうちょっとで下がってくるかもしれない。もし下がったらチャンス。まあ上がっちゃうかもしれないですけどね。そういう状態かなと思うので、ここは、ちょっとおすすめかなと思いました。はい。来週に向けてね、チャンスかなと思います。で、これをどう見るかですね。測定不能っていうのはあるんですね。しめじさんありがとうございました。はい。すいません、遅くない。もうほんと、終わろうと思ってたのに結局終われないな。はい。測定不能。はい。これ、チャイナガスが、はい。リスクリワード非表示で、なんでガスがこんだけ下がってこんな風になってるかわかりません。本当わかりません、これ。もっと上下幅があっていいはずなのに、そう、これね、あれです。右側見ていただくとわかるんですけど、決算と、この収益が、このチャイナガスは、予想よりいつも下回ってんですよ。この4期とも珍しいんですけど、
予想より下、予想より下、予想より下、予想より下ってことで、全部、決算より予想のが、実際の方が悪いんですよね。この4期悪いのが、期待外れだと思ってこんだけ下がってんのかな？もうそれぐらいしかないです。決算が悪いっていうイメージしかないです。はい。売上についてはどうなんのかな？ちょっとわかんないですけどね。はい。これあんなんで出ないんだ。まあいいや。ガスの会社は、石油の会社はいいんですけど、ガスの会社は良くないですね。チャイナガスは。はい。ということでしたね。あと、中国最後ですね。中国銀行も狂ってます。はい。中国銀行、高止まりしてます。まだ上がってます。2021年の5月が 3.12 っていうのがあるんですけど、今、中国銀行が 3.6 なので、過去最高。普段のこのあたりが 2.76 なので、もううんとおかしいです。はい。で、あんまり進めないですけど、中国銀行をもし下げてきた時にショートをするのはありかもしれない。今じゃないですよ。高配当だし、本当は僕安く買いたかったのに、買えずに眺めてたらこんなとこまで行っちゃったんですね。はい。もう、当分、ショートするならどっかかもしれないですけど、って感じですね。最後、シノペック、ここですね。ですね。エネルギー強いですね。でもここって、石油だけじゃなくて、ガスもやってますよね、きっと。本当にね、いいとこだと思います。本当下がってほしいっす。シノペック下がってって願ってるだけです。はい。上昇トレンドに戻ってきてって。上昇トレンド上にいますよね。下がってないです、1週間。という状態でした。はい。ということで、今パッと言って、いくつか銘柄で上がってるんですけど、こういうものとか、コンチセメントとか、あと、高すぎてショートをしようかなっていうのもあったり、レノボは、もうちょっと言うと本当にいい形になってると思いますのでね。レノボと、これもいいですね。チャイナロンユアンパワーってこれ電気の会社ですね。この2つは、トレンド的にはいいと思ってます。本当に形がいいです。低い位置からレノボ持ってる方は、本当にじりじり上がってきてる。配当も高い。で、ロンユアンパワーは、上昇トレンドにしっかりつけて、ちょっとレンジになってますけど、電気ですので、まだ需給として、いい形かなとは思います。企業の中身はちょっとわかんないですけど、電気の需要はまだ中国あるんじゃないかなって思いますね。はい。最後、いきますね。バーっと。リートです。はい。不動産ですね。バンガードリート、グローバルリートになりますけども、バンガードのリートの方は、配当 2.8 で、ちょっと落としました。やっぱ、先週、ちょっと落として終わりました。さあ、ここで、このダブルボトムが、大きいダブルボトムじゃないですね。今ここ。さて、これをどう見るかですね。はい。と思ってます。まず一つ。リートは本当注目した方がいいなと思いました。でもこのグローバルのリート、アメリカ除くリートは、ちょっとギャンブルっぽい。はい。ギャンブルっぽいです。下落トレンドの方が圧倒的に優位。上昇トレンドはだいぶ強引につけてます。ので、まだ一段下げるかもしれません。グローバルですんでね。はい。東南アジアの ETF とかと同じ形がやっぱり似ています。ただ、確かこれ前、グローバルの ETF やった時に、オーストラリアが入ってた気がするな。ピッカーコードで。はい。はい。ということで、ちょっとまだ
下がるかもしれませんね、これ。はい。あと最後ですね。iShares の不動産株の ETF。配当は 2.3% です。ちょっと値動きが荒いですけど、どうですかねって感じです、ここも。不動産株を買うか、僕だったらこれじゃなくってまだ、こっちより、バンガードリートの方がいいかなと思いますね。まあ、配当もちょっと高いですけど、グローバルはやるんだったら、僕だったら、東南アジアのリートっていうかETF 買った方がいい気はします。でですね、こんなことを言いながらですね、1個、買ってしまったのが、こっち、高配当不動産。これ危険なんですけど、配当 7.7 だったので、ここ、ダブルボトムしたと自分で勝手にいい解釈しちゃって、ここですね。ここで、33.09、今 32.86 なので、差し値入れたら刺さったので、金曜日、買っちゃいました。今 32.86 なので、ちょっと、気げつけて損してる状態です。はい。これが下がってくるかもしれませんけどね。ちょっとわかんないですね、ここ。ない。モーゲージとかいうやつですね。はい。買いました。ので、まあ、ご報告と、合わせて、これがどういうふうに、高配当ってどれぐらいの高配当かも見たいんですよ。はい。実験で、ブラジルも買いたいんですけど、ちょっと買えなかったので、まだ、モーゲージからまずね、この 7.7 っていう配当が、CFD で、どういう形で入ってくるか、本当長期で持ちたいと思ってます。まあ、こういったこともね、また追ってね、高配当の説明もね、できればなと思いますね。はい。AIRC は、ここ、GMO クリック証券はね、ないんですよ。ただ、IG 証券はあるのかな？ちなみにちょっと、待ってくださいね。一回シンボル、ちょっと出してもいいですか？AIRC。170。アパートメントインカムリートコープ。あ、なんかありそうですね。ちょっと見ていいですか？銘柄的には、GMO クリック証券ではないんですけど、ちょっとだけ紹介したいと思いますね。せっかくなので、最後、じゃあこれだけやって、分析だけさせてもらって終わりますね。IG 証券でもしあれば面白いですね。IG 証券ってリートって、あるのかな？これどうやって書けばいいんだろう？アパートメント高配当。これなんて書くんですね。不動産高配、インカムです。高配当 ETF。いいのかな？で、AIRC の癒しでちょっとやってみたいと思います。癒し。おっと、なるほど。あ、似てる。待って、あと、配当がですね、3.33。あ、あれと似てますね。SPDR の配当と、高配当。これ 3% 以上だと高配当だって書いちゃうので、3.3%、今 3.3% ですね。ただこれ変わりますんでね、配当が。利回りがこう。はい。決算が、最近この2期決算がこけちゃったですね。収益が予想より悪かったこの2期、半年。売上の方、売上の方が、売上はいいですね。純利益も出てますね。最近は出てますね。
ただ、決算が予想より悪いっていう意味ぐらいですかね。はい。この半年、そんな感じのファンダメンタル。ですね。いつが悪いんだ？あ、2000年の Q4 が悪いのか。なるほど。はい。という状態で、今が、パッパーっといきます。パッパーっと。トン。これでも、最近いいじゃないですか。あれ？値動き自体は他のリートとちょっと動きが違いますね。上昇してますね。ここ最近で。お、綺麗な上昇トレンドしてますね。あれ？ちょっと今までのリートと動きは違いますね、これ。値動きは。はい。ここ違いますね、ここ最近。面白いですね、これ。すごく書きやすい。ちょっと今これ出して、他のリートとちょっと比較しても、下がってますもんね。これも、うわーっといってますもんね。アパートの方が安定してるのかな。これね、比較したのはこれですね。ヴァンガードの不動産と、SPDR どっか行っちゃった。あれ？なんで出してないんだ？これかな？ SPDR の俺、リート消しちゃったかな？これが上昇トレンドだけど、ボーンと下げたんですよね。1月で。これと比べると、今のこの下げが少ないですね。で、登ってますもんね。もし、買ってない人がこのリートを買うんであれば、もう決まってますね、これ。完全に。この 51.58 のラインか、1個上ですね。ちょっとターゲットだけ書きますね。テクニカで 51.18。ここで買うか、もう一段上が、今が 52.78 でしょ？ 52.28？ ちょっと落ちたとこもサポートされているので、52.28 で、よりちょっと落ちたとこで買うか、もう一段、この 51.18 で買うか、どっちか。この2つのサポートラインが濃厚ですね。はい。51.18 でもし買うんだったらいいと思います。で、200日も近づいてきてますので、ちょうど合わさった位置。そうですね。はい。51.18 が一番濃厚かなと思います。ここで買えたらラッキーです。そうなんです。政府のコロナ補助がなくなって下がってくる。でも、そこまで他のリートに比べて全然、下がりが少ないですよ。はい。さっきの見てるやつより。で、しかも、ここ上がってるのが、1月の27日から、この2週間は上がってます。下がってる日もありますけど、上げてますね。はい。という状態ですね。買ってる人の方が2月入ってからは多いです。S&P とちょっと似てるところはあるかなと思いますけどね。はい。はい。いかがだったでしょうか。もうやっぱ1時になっちゃいましたよ。1時間半やっちゃいましたよ。これちょっとウォッチリスト入れますね。
あれリートどこに入れたかな。コモディティ、バラエティで入れたのか。あ、そうですね。はい。これ一応入れときます。いやーもう、わかりやすいチャートです。ありがとうございます。いや、みんな、いいんですけど、よく1時間半も、俺も喋ってるのいいけど、みんなよく聞いてますね。いやーもう、もう、週4回1時間半喋ってて、俺、身のもんたかって感じですよ、もう。はい、あ、昔なっちゃう。身のもんた、週5か。あれタモリも、いいともでも1時間ですよね。はい。はい。それでは、火曜日なんですけど、あさって、11時からやる予定で、米国株のね、後半、決算、まあ一応、締めとして最終週として、また米国株を見ていきたいなと思います。で、もしかすると、中国の動きもちょっと気になるので、中国のね、気になる動きがあれば、ちょっとお伝えしたいかなっていうくらいですかね。もう米国株だけで結構あるので、で、決算が終わったものに対しては、買いのチャンスも生まれるかもしれませんので、まあ、そういったことをね、見ていきたいなと思ってます。いや、地方上があったんですか。なるほど。アメリカすごいですね。家賃の人は 90% 補助で。すごいですね。はい。もう、バブルだったんですね。日本なんか、10万円出すか出さないかで右往左往してるですからね。なんか、アメリカのコロナの時の助成金というか、すごかったですよね。もうみんな働かなくていいやって、なんか、噂で聞きましたよ。助成金というかが、これぐらい日本円で30万円近く出たっていうことも聞きましたけど、はい。もうそんなのあったら、だって働かなくて、投資にお金回せばいいやって。ほんでなんか噂で、ロビンフットみたいな、なんていうのか、スマホで仮想通貨とかテスラとかを買ってた人たちが去年増えたみたいな。なんかそんなイメージがありますね。はい。違うかな違ったらごめんなさいね。僕も、なんかそんなイメージか。ロビンフットがなんか増えたのは、コロナの、支援金で増えたみたいなイメージがありますけどね。国の補助は切れたけど、各州の補助はまだ、なるほど、そうなんですね。なので、大家さんは強制退去にはなるほど、そうだったんですね。はい。ありがとうございます。はい。じゃあですね、はい。だいぶ、盛り上がってきたって僕もう、1時なので、もう、終わりますよ。はい。終わります。はい。そう、締めにしようとしたのに、はい。火曜日はそういう状態で、米国株中心でやっていきたいと思っております。で、木曜日はもしかしたらもうコモディティにね、コモディティもやっぱりちょっと注目していきたいな。もういつまで上昇トレンドが続くかっていうのがやっぱ気になりますので、まあ来週はいつも通り火曜日、木曜日。で、土曜日はね、ちょっとまだ仮想通貨の仮想通貨も来週やっぱり上昇トレンド気になりますもんね。上昇している感じであれば仮想通貨もね、久々、アルトコインとかもやっていきたいなと思っております。はい。ありがとうございます。喉がカラカラになってきました。いつまで俺こういうの続けられるんだろう。ガラガラ声になったらね、じっちゃまとかライブどれくらいやってんですかね。僕全然知らないですけど、じっちゃまの切り抜きしか見てないので、じっちゃまとか2時間ぐらい喋ってんのかな。ダンさんだって1時間ライブすればいいですよね。うん。本当思いましたけど。元気なじじいですわ。はい。はい。それでは、ニュースの方に、ちょっと30分ぐらい移して、終わりたいと思います。
ライブの方は、ラマライブはここで終わりたいと思います。また火曜日よかったら遊びに来てください。どうもありがとうございました。失礼いたします。